今日のテーマはバンドワゴン効果。人はみんながやっているという理由だけで同じ行動をとってしまうんです。この動画では日常に潜む流される心理とその裏にある仕組み、そして今日からできる対策を解説していきます。見終わる頃には流行や評判に振り回されにくい自分になれるはずです。まずバンドワゴン効果とは何か。一言で言うと、多数派に乗ることで安心する心理の癖。例えば話題の商品が売り切れ続出と聞くと、そんなに人気なら買わなきゃと感じる。本当に必要かどうかよりみんなが買っているが判断基準になる。これがバンドワゴン効果です。買い物では毎日のようにこの心理が使われています。売上ナンバーワン、利用者急増中、みんなが選んでいると書かれると、多くの人が使っているなら間違いないと感じやすい。でもみんなの数や条件を確かめる人はほとんどいない。実際はごく一部のサンプルでも人気という言葉で信頼してしまうんです。SNS でもバンドワゴン効果は効いています。トレンド入りやいいねの数の多い投稿と見ただけで、きっと正しい、共感しておこうと無意識に思ってしまう。本当は内容を精査しなくても数字が大きいだけで安心する。多数イコール正義という錯覚が情報の拡散をさらに加速させるんです。人間関係でも同じです。職場でみんなこの意見でまとまっているよと言われると、本音では違う考えであっても流れに逆らいにくくなる。学校や SNS でもみんなが参加している、みんなが笑っているという空気に合わせて自分の行動を変えてしまう。同調の心地よさこそがバンドワゴン効果の本質です。それではなぜバンドワゴン効果が起こるのか。理由は脳が社会的な安全を求めるから。人は集団に属することで安心感を得ます。多数派にいると間違っていないと感じられる。逆に少数派になると不安や孤立感が強くなる。もう一つは判断を省略できるから。多くの人が選んでいるものはきっといいに違いないと自分で考える手間を省いているんです。それでは放置するとどうなるのか。それは自分に合っていない選択をしてしまう。買い物なら必要ないのに流行りのアイテムを買ってしまう。投資なら人気の銘柄に群がって損をする。SNS では発言を控えたり他人の意見を鵜呑みにしたりする。みんながやっているという理由だけで行動すると本来の目的や価値を見失ってしまうんです。ここからは今日から使える対策を3つ。1つ目は数字の根拠を確かめる。人気ナンバーワンやみんながやっているのみんなは何人なのか。出典や調査方法を一度チェックしてみましょう。2つ目は自分の基準を言葉にする。自分は何のためにこれを選ぶのか。他の人がやっていなくても自分に必要か。この質問を口にするだけで流行に流されにくくなります。3つ目はあえて少数派を探す。
逆に考えてみて使っていない人はどう感じている？批判的な意見はないのかな？反対の視点を探すことで冷静に全体像をつかめます。状況別のミニテクもあります。買い物なら口コミの少ない商品も一度見てみる。SNS ならトレンド外の投稿に目を通す。人間関係なら多数派と違う意見を出す練習をしてみる。要は多数派の波を一歩引いてみるということです。最後にまとめです。バンドワゴン効果は誰にでも起こるみんなと一緒の安心感。数字の根拠を確かめる。自分の基準を言葉にする。少数派の意見も探す。この3つを意識するだけで流行や評判に飲み込まれにくくなります。まずはみんなが使っているという言葉を見たら一呼吸置いて考えてみてください。次回はサンクコスト効果。これまでかけたお金や時間がもったいなくてやめられなくなる心理を身近な例でわかりやすく解説します。チャンネル登録と高評価、そしてコメントでやってみた感想を教えてください。それではまた次の動画でありがとうございました。